皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。少し前から多肉を増やす作業をしていますが、長雨が続いた梅雨の時期に大発生していたナメクジたちが結構取ったつもりですが、それでも植え替えや増やす作業をするときに多肉のポットを持ち上げると、そこに隠れていたナメクジがいて、手に当たりヒヤッとすることが何度もありました。そこで少しでも水はけや風通しが良くなるように、セリアで見つけたワイヤートレイを使ってみることにしました。今使っている白いカゴと大きさを比べてみてもサイズはほぼ一緒でした。とりあえず棚の手前に置いてある多肉たちを先にこのワイヤートレイに乗せて、残りを少しずつ移し替えていきます。ここでちょっと問題が。ビニールポットをワイヤーの上に乗せると安定が悪くてポットごと転がってしまいそうです。ビニールポットを少し詰め気味に置いてみましたが、この置き方だとポットが転げずに済みますが、ポットとポットの間にスペースが空いていないので風通しが悪そうです。このビニールポットの苗たちは葉ざしやカットして増やしたものになります。夏前までは順調に育っていた苗たちも、この夏の猛暑でダメになってしまったり、徒長したりボロボロになってしまう多肉がほとんどでした。土が乾いているからと水やりをして蒸らしてしまった多肉もあります。それでもこれだけの多肉が残ってくれたことに感謝ですね。枯葉を取りながら作業を進めています。とりあえずワイヤートレイへの移動が完了しました。こう見ると黒のビニールポットの方はいいんだか悪いんだか、なんかいまいちしっくりきませんでした。葉ざしっこちゃんの上にカンテも乗っけちゃってるし、新しい多肉棚を設置して多肉の置き場所に困ることはなくなりましたが、今度は多肉をどう置くかで困っています。家庭菜園を始めてから2回目の夏、今年の春にはごまの種をまきました。来年の春からは養蜂を始めたくて今準備をしていますが、ごまの花にもミツバチが飛んできていました。そして日曜日、畑に行ってみると、なんとごまの鞘が弾けてごまがこぼれ落ちていました。まだ早いと思っていたので、これにはびっくり。慌てて収穫してきました。ごまはできていますが、ちゃんと実が入っているのか心配です。ちなみにこのごまは金ごまです。乾燥した後、どれぐらいごまが取れるかはわかりませんが、食べるのを
楽しみにしているところです。結局このワイヤートレイだけ残し、結局ビニールポットの苗たちは元のトレイに戻して置き場所を変えてみました。新たにこの場所に置いた多肉たちはリエールさんのタニフェスで購入してきた多肉たちを置いてみました。この子たちは多肉棚の一番下に置いていましたが、焦げている子もちらほら、シュークリームは半分消えていました。ヒューミリスは元気で何より。そしてこのマディバです。焦げっ焦げ。あんなに可愛かったマディバですが、これから復活してくれることを願うばかりです。そしてこのラブリーベアも蒸れたのか水切れなのか、小かぶちゃんが枯れてしまっていました。一応この多肉棚の屋根に使っている波板は熱線をカットするものを使用していますが、それでも多肉棚の一番上の多肉はこんな風に焦げてしまっています。先ほど焦げていたマディバもこの多肉棚の一番上に置いていました。そして久しぶりに登場です。私のレッドキャットウィーズルです。爪がかっこよくなってきました。そろそろ一回り大きな鉢に植え替えしても良さそうですね。そして隣のカンテは水やりはまめにしていましたが、やはり下葉を枯らして葉がしわしわしていました。そしてその奥のビアホップ、見るも無残に途中の葉が枯れてしまっています。夕方からは涼しくなるため、今のうちにたっぷり水やりしておこうかな。これでしわしわの葉もピンと張りが出てくれるといいんですけど、葉が落ちたところから新しい芽も出てきてくれるかな。そしてこの場所に置いていた多肉たちはすべて移動させています。ビアホップを下の段に置いたため、他の多肉がちょっと窮屈そうでした。とりあえずセリアのワイヤートレイを使った多肉棚の整理はこんな感じになりました。そしてビニールポットの苗たちはこの場所にお引っ越ししました。そして最後にこのロングバチの多肉たちを見てください。一時は復活したものの、多肉棚の一番上で干からびていました。今日はたっぷり水やりをして、この後少し回復するまで日陰で管理したいと思います。はい、ということで今日の動画はセリアで見つけたワイヤートレイを使って多肉棚の整理をしていきました。そして多肉棚の一番上の多肉たちを別の場所に
避難させました。今更ちょっと遅いんですけどね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。